失礼しました。今まで食べた中で一番美味しかったです。やみつきになります。お待たせいたしました。どうぞ。醤油です。お預かりします。あ、よかった、ありがとうございます。ご飯を食べたくなるような味付けにしてますね。美味しかった、ごちそうさまって言ってもらえると作ってよかったなって思います。ずっとつけたまんまで。ちょうどこっちが今壊れちゃって外側が使えないんですよね。これ一鍋何キロ？一鍋8キロぐらい入ってる。8、5、40です。40キロ。愛知から契約農家でから仕入れるようにはしてます。型を一応べちゃべちゃにならないようにはしてます。お米によって違うから水が多い方がいいお米とか水が少ない方がいいお米っていうのがあるから大変。この量を炊くのに普通のあれ炊飯器ですよあ、ね。そうです。タイマーでみんなが順番に炊き上がるようになってるんですよ。お客様が途切れないで来てくださったら炊きたてもう常に提供できるようにっていうのでは考えてて、どうしてもガス釜で大きいので炊くと美味しいけど保温ジャーに入れちゃうと保温があれじゃない？満杯に炊くとお米が潰れちゃうから 8.5 合ぐらいの感じでやってます。で、お母さんがもつ嫌いで、はい。お父さんはもつ好きだったんですけど、問わず嫌い、お母さんが嫌いだから私も嫌いと思って、お店やろうって思うまであんま食べたことなかった。私で31です。お店は何歳で？今3年目だから、28の時にお店をオープンしたんですね。因果応報です。本当に。最近の座右の銘。因果応報。因果応報。テレビのさ、ニュースでお子さんがお寺のお供えを盗んで食べちゃったっていうニュースがあって、それでお坊さんが因果応報でございますってすごい言葉だなと思って、全部自分に返ってくるっていう意味でお坊さんを使ったんだけど、全部正直に生きようと思って。これでお米は終わりですか？お米おしまいです。店主こだわりのブレンド米を使用。お客さんがお米大盛りで食べられてるからお米美味しいんだろうなと思って。炊きたてだから。ガス釜で炊いた保温ジャーで保温されたお米じゃない？家で自分でお米炊いたら炊きたてのご飯が食べられるけど、足長いですね。まずだからこれからパートさんとか新しく自分で新天地でやるときとか、あ、そう、はい。かっこいいでしょ。100円ショップで500円。自家製の漬物を日替わりです。今日は大根の甘酢、かぶ、白菜、大根の醤油漬け。ファミリーが多いですね、土日とかは。モツノっていう名前は、なんで？私名字が前丹野って言うんですよ。丹野っていう名字で持つのでも野原の野じゃダサいから野上の食パンってあるじゃない。野かっこいいから、じゃあ野上さんから野をいただこうと思って、青系のうんうんにされてるのかなと思って。落ち着いた感じで青を基調にみたいなネイビーっぽくして、でも青って食べ物業界から結構敬遠されがちな色で周りにいない方がいいでしょ。でこんな感じになりました。なるほどっすね。ありがとうございます。
焦げないように混ぜてます。焦げちゃうんですよ、下が。こっちの外側が壊れちゃってつかないんで、ちょっと鍋を入れ替えます。火力が違うので。そしたら味付けて、予約の取り分けをして、で保温醤に入れちゃいます。お子さんはいらっしゃるんですか？そう、1人1歳半です。朝起こしてご飯食べさせて、6時に出るから、保育園送るのは夫にお願いして、土日は5時半に家出ます。何で起きるんですか？いつも4時半に起きてます。出るのは10時、11時。スーパーマーケット。いや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 。今日撮影じゃないですか。寝るの遅いと肌がちょっとブツブツになるから、昨日は気合い入れて9時半に寝ました。ちゃんと早く寝たからさ、お肌の調子朝から良かった。上に浮いた油を取ってますね。油とアクを一回全部捨ててます。お電話ありがとうございます。松野でございます。お味と数量教えてください。カレーを4つ。いつもありがとうございます。じゃあ本日11時から16時午後4時までにご来店お願いします。はい、失礼いたします。こんな感じで電話かかってくるんですね、予約の。そうなんです。だから手離せないでしょ。ヘラは？可愛いでしょ。カレー用のヘラです。カレー用はシミがついちゃうんですよ。でカレーの匂いがつくんで、カレーはカレーって書いてたね。前に出ない。3、4、秘伝のスパイスです。松野さんのカレーはどんな特徴がありますか？ニンニクが効いてると誰でも食べられるように辛さはないです。子供でも食べられるカレーにしてますね。でちょっと味は濃いめにしてご飯が進むように。もつ煮はどうですか？もつ煮も家で作るよりかはちょっと濃いめにはしてますけど、お酒を飲むようにっていう感じよりもご飯を食べたくなるような味付けにしてますね。パンチがあっていいです。最初の時は全部プレスして潰してたんですけど、はい、このぐらい粗くないとニンニクの雑味じゃないけど、はい、ちょっと角が出てきちゃうんで、だからこのぐらいちょっと粗めにしてやってます。すりおろしだとちょっとねツーンとするんだよね。瓶とかで売ってるような子供とすりおろしてあったりみじん切りしてあったりするやつだと、どうしてもそれを保たせるための保存料が入ってるから、それがまた味の雑味になってくるから、だから一応生のニンニクを使ってます。ここまでその味を追求されてるっていうのは誰かに教えていただいたりされたんですか？食べるのが好きなんですもっ美味しいもの食べたりして再現したりとか重ねた結果今になります。今でもまだいろいろ改善することはたくさんありますからね。でも子供の時から料理は好きですね。食べるのが昔から好きで。割にはすごいスリム。他にあったかなはい、毎日でも味見をちゃんと自分でするようにしてますね。匂いがしますね。
はどうしても臭みが強いんで、臭みと油がとってもいいんで、茹でることでちょっと出るかな。2、3回茹で込むことがありますよね。営業終わって仕込みして片付けして4時から4時半までに出ないと保育園のお迎えに間に合わないんですよね。ご飯作ってお風呂入れてプライベートの時間。ないゆっくりしてるってあんまないね。朝起きてからずっとだね。死にそうになるけどそんな死んでられないからお店行かないといけないし、今日はもう疲れたからお店開けるのやめようかななんか思ってても予約してくれてるお客さんがいるから行かなきゃ。頑張れ頑張れそう自分で作って自分で味見しないとそんなの不安じゃないですか。作るのもやっぱり1から10まで自分が作らないと何がどうなってるのかっていうのがわからないものをお客様に提供するのはやっぱりちょっとそれは私的にはちょっとできない。だからお店やってる以上私がやっぱ責任持ってやらないとなとは思ってますけど。よいしょ。無呼吸的なやつですか？醤油と味噌やったらどっちが人気ですか？味噌の方が早くできることが多いですね。本木さんはどっちが好きとかありますか？私は醤油に胡椒をかけるのが好きです。最近出たピリ辛っていうのもあるんだけど、辛みを抑えた唐辛子をちょっと配合して混ぜて食べてもらうんだけど、それが一番美味しいかな。白状に七味とかいろいろあるじゃないですか、あれの食べ方でおすすめってありますか？味噌は七味がいいかな。醤油に胡椒をかけるとニンニクがすごい際立つんですよね。すごくさっぱりと食べられるからすごい美味しいですよ。小中大あるじゃないですか、はい、これちょっとグラム数とか聞いてもいいですか？グラムはね決まってないの。私のすくうさじ加減、カレーだったらお玉4杯、もつ塩だったら3杯。ご飯もグラム測んない。グラム1回測ったことあるけど、はい、だいたいね大盛りで600、700ぐらいあったかな。普通盛りで200、250、300。10時40分、10時50分、11時、11時20分。炊き上がりに合わせて。そう、タイマー設定しました。最近は便利だよね。これ値切りがあるんですか？そう、4種類あります。甘い卵が私は好きです。でもどれもほら少しこれさわさわやっぱ何回も失敗したもん、卵焼き。もともとはいろんなことやったんですよ。小料理じゃないけど、はい、ポテトサラダがあったりとか小鉢的な一品を出してたんですけど、はい、いろんなものを作っとかないといけないのが大変で、卵に思い切って絞っちゃおうと思って
カードだけでやっていくことを決めました。おはようございます。もうそんな時間？お気持ち100甘くていいんだって。そう。甘いから。多分ダーが甘いの好きだって知ってるから。そう。あとは今から何をされるんですか？予約用のネギを作ってくれたり、何してくれるんだろう。このファッションはオーバーオールなのは毎日オーバーオールで出勤してきてます。作業着です。選ばなくて済むし、汚れても全然気にしないから。切って冷えてからでもふんわりしたのが提供できるように考えた結果、層にしないで半生状態で巻き上げて、あと余熱で火を通す感じにしてます。こういつ食われるんですね。1皿100円なんで追加で取ってくれる人が多いかな。もらった瞬間に意見変えたから。いいよ。本当でもそんな。甘かったよと思って言うの。で美味しかったよあれはあれで全然。お菓子だったでしょ。カステラみたいな感じ。結局夜さ。ナンバーワンだよ。自信持っていいと思う。あ、いいよでもほら。毎日こんな感じですか？毎日この中にもういるよ、いっぱい。あ、本当だ。一晩置いてます。昨日のうちに切って一晩置くことで辛みが落ち着くんですよね。これでもう厨房の仕込みは終わりです。この人のが何するんですか？開いてきます。素敵なお召し物ですね。ありがとうございます。石盛り定食中がおすすめです。まず最初に来たら味噌と醤油を食べてもらって、どっちが好きか好みで分かれると思うので、次にその好きな方とカレーを食べて2回来てください。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。滑らかありがとうございます。毎回任せてらんない。
りがとうございます。お味どうしますか？味噌と醤油で。はい。ありがとうございます。ネギは乗せてもいいですか？はい。ありがとうございます。お待ちください。大盛り2個。ごめん。ごめんなさいね、目の前でお待たせしてしまってすみません。そうしますとね、4000円になります。ご飯の大盛りからお待たせします。どうぞ。先に醤油からご用意します。僕の醤油ですね。吹いてる。醤油です。色が真っ赤なのでね、あれなんですけど。ご飯もおかわりするかもわかんない。マジっすか？よく混ぜて召し上がってくださいね。お待たせしてます。どちらの方から？愛知県でもつ煮食べにと、あと高尾山登りに行きまし何時から今日待ってたんですか？た。10時前に着きましたね。お店は何回目なんですか？利用されるのは。2回目。 2回目。3種類あるんで、全部個性があって、1種類だけでは物足りないですね。こっちが醤油で、こっちが味噌なんですけど、味噌にピリ辛を追加しました。お味はどうですか？めっちゃ美味しいです。もつ柔らかいですね。特大食べれそうですか？余裕です。お待たせしてごめんなさい。お預かりします。カレーと味噌で。はい。ネギ増しですね。はい。卵焼きお味4種類あるのでどうぞ。今札渡しますね。こちら。仕込みのカレーですね。お待たせしました。どうしますか？醤油とカレーで。はい。ネギは乗せてもいいですか？はい。はい。お間違いないですか？はい。ありがとうございます。お味はどうしますか？味噌と醤油。味噌醤油でネギは乗せてもいいですか？はい。いらっしゃいませ。お待ちください。いらっしゃいませ。ありがとうございます。醤油です。お味噌ご用意します。地元の方ですか？茅ヶ崎県仕事前に。どうですか？もつの味は。めっちゃうまいです。全部食べます。カレーがやっぱ気になる。実際どうですか？うまいです。すごい柔らかいですね。噛んでてもすぐなくなっちゃうぐらい。この味噌食べられてみて一番美味しいなと思うとどれですか？僕味噌が好きですかね。で辛み増したんですけど、これうまいです。卵はどうですか？僕しょっぱい卵焼きが好きで、ネギ入ってるやつが好きなんですよ。だからバッチリのやつに来ました。美味しいです。また来ます。ありがとうございます。はい、お味噌ですね。お待たせいたしました。どうぞ。お味噌。もう食べられたんですか？ダメです。はい。3回目ですね。今日は何頼まれたんですか？今日はカレーと味噌。醤油と味噌の場合もあるけど、まあ味噌と何かどっちかにしてます。はい。
最高っすね実は味以外にもやっぱり、店員さん2人ともねホスピタリティというかおもてなしがすごいからそういう意味で来てるのはあります、はい、この後仕事行きます頑張ってください。ありがとうございますありがとうございます。お待ちいただいてましたよね。申し訳なかったですね。お腹いっぱいになりました。お気をつけてお帰りくださいね。どうもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。食べれそうですか。あ、ご飯を並頼みたいですけど。あ、並頼みたいですけど。ありがとうございます。上からはどちらのお味にしますか。おはろう、代わりの方ごめんなさい、お待たせしました。わかるね。最高です仕事はできそうですか。大丈夫ですバリバリ働きますすごい美味しかったです。あ、よかったです。はい、じゃあちょうどかな。ちょっとくださいね。お店の雰囲気とかどうですか。店員さんの心遣いがすごいですね。いろいろ声かけてくださって、なんかセルフサービスなのも初めの人は分かんないと思うんですけど、ちゃんとねしてくださったりしてて、すごく丁寧だなと思いますし。ごちそうさまでした。気をつけてお帰りくださいませ。お遠いところからありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。ご飯は普通で大丈夫ですか。はい、お願いします。はい。一度券売機側に受からないお席をお待ちいただけます。どうもありがとうございます。お預かりします。あ、よかった、ありがとうございます。妻がもつ煮が大好きで調べてくれてきてこのもつ煮はどうでしたか。今まで食べた中で一番美味しかったです3種類全部食べて醤油と味噌とカレー初めて食べた。スパイス感があってすごい美味しかったですね。人参とかもすごい柔らかくてすごいびっくりしました。お店の方の雰囲気とかどうですか。すごい声掛けとか気遣いが素晴らしいなと思いました。素晴らしかったです。また来たいなと思いますね。はいはいもうこれぐらいのペースなんだな。もうずーっと。頑張る。はい、カレーです。はい、お味噌ご用意しますね。あ、大丈夫？今お助け隊がいますので。そうね、玉ねぎ、シェラブチキンはどうですか？慣れっこなんで私たち大丈夫です。はい、お待たせしました。すっごい迅速に。並ばれたんですか。このもつの味とか。柔らかくて美味しい。他にない大きさというか、こんなでかいもつ初めて見ました
すいません、失礼します。面白い。店員さんの感じとかどうですか？本当に素晴らしい対応で。調子がいいの回してるのがすごいですね。味噌汁こぼしちゃったんですけど、丁寧にご対応いただいて、感動しました。普通にも減ってるのにカレー。カレーうまっ。ちゃんと作ってる感がすごいあって。煮込み味噌の大盛りですね。お待たせいたしました。熱いので気をつけてください。そのお味は味噌カレーで、はい。カレーがここのお客様でおしまいになりそうですね。味噌醤油になりそうです。すみません。カレーは売り切れです。西盛定食の特を頼みました。もつの感じどうですか？すごい大きくて柔らかくて美味しかった。どの味が一番気に入りましたか？味噌味です。ご飯が止まらない感じが好きでした。ありがとうございます。何名様ですか？4名様。カレーがまずなくなっていて、あとお味噌もちょっとなくなってきておりまして、テーブルすみません、助かります。ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。申し訳ないです。またお願いします。本日売り切れになっちゃいます。すみません。ごめんなさい、今日売り切れになっちゃいますね。はい、申し訳ございません。まだ12時半ぐらいなんですけど、はい。だいたいこの時間にはごめんなさい、取れなくて。どうもありがとうございます。毎月必ず来てます。なんでこの店に来られるんですか？うまいのがやっぱ一番、このもつって他の店でなかなかないんで、すごいおすすめです。おすすめの味ってありますか？やっぱり味噌ですね。濃厚で何回食べても飽きない、やみつきになります。おかみさんもすごい美人で、通う一つの理由かもしれないです。量が多いので、まずは中サイズで試していただいて、そこから自分なりのカスタマイズを探すのもまた一つの楽しみなんです。どうぞ。はい、どうぞ。再生回数がいっぱい上がってくれて、うちのお客さんに反響あればいいけどね。もつカレーを食べる人が3人ぐらいいた。ちょっとカレーの方お水足すね。おかみ。持ち帰りも含めると今日も150。何時ぐらいに来たらおすすめですよとかありますか？11時から開店なんですけど、早い時だと12時半前後に売り切れちゃうことがあるので、それまでに来ていただけたら確実ですね。お二人見てると結構積極的にお客さんとコミュニケーションを取ってる印象があったんですけど、そこも結構気をつけてるところですか？そうですね。楽しく仕事してます。お待たせしましたっていうのは必ずお伝えすることと、味は何ですかっていうことで会話のきっかけが生まれるので、嫌な思いしないようにと
かっていうところでは声かけの工夫はしてますけど。やっぱりお客さんが幸せな気分で帰っていただけるように、満足していただけるように、かなこさんの思いが伝わるように心がけてます。100点？100点。よし。100点だね。すごいね。頑張れ頑張れ頑張って。応援してもらいたい。すみません、どうもありがとうございました。はい。